今日はパンプキンパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はパンプキンパイを作りたいと思います。はい、ということで今回は今が旬のお野菜かぼちゃを使ったハロウィンなどにもぴったりな簡単おやつレシピをご紹介していきます。今回のパイ生地は冷凍パイシートを使って簡単に作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍パイシート、かぼちゃ、グラニュー糖、牛乳、無塩バター、シナモンパウダー、卵黄、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まずかぼちゃなんですが、今回はですね、種、綿、そして皮を取り除いた状態で正味 200g 用意するようにしてください。そして冷凍パイシートに関しましては、こちらはお好みの大きさのものを使用してください。あとはですね、こちらグラニュー糖なんですが、これはお好みの糖類を使ってください。そしてバターに関しましては、これは無塩バターを使用するようにしてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにかぼちゃの綿と種を取り除いていきます。取るときはスプーンを使うと簡単に取れます。綿の部分もきれいに取ってください。はい、このように取り除きましょう。そしたらこのヘタの部分を切り落としてください。切り落としたらこの切り口ですね、この断面の部分を下にしてまな板に固定させます。そして半分に切ります。かぼちゃが硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。このように切ったらまた半分に切ります。そうしましたらかぼちゃの皮を切り落としていきます。はい、このようにかぼちゃの皮を切り落としてください。では残りも同じように切り落としていきます。はい、OK です。このようにかぼちゃの皮を切り落としてください。こちらのかぼちゃの皮なんですが、このまま捨てるのがもったいないので、かぼちゃの皮のきんぴらとかそういったものに活用していただくといいかなと思います。かぼちゃの皮のきんぴらは私のチャンネルの動画でもご紹介しているので、そちらは概要欄に URL を貼っておきます。ぜひそちらを参考に作ってみてください。こちらのかぼちゃは今この状態で全部で 200g になります。これをまたね、だいたい一口大の大きさに切っていきます。はい、OK です。そしたらですね、切ったかぼちゃをボウルに入れましょう。そしてふんわりラップをかけます。ラップをかけたら空気の出入り口をこのように1箇所作っておいてください。それではこちらのかぼちゃを電子レンジ 600W で4分から5分加熱していきます。はい、5分加熱しました。そしたらラップを取り外します。すごく熱いのでやけどに注意してください。そしたらですね、一度竹串で刺してスーッと竹串が通れば OK です。この時ね、まだ少し硬いなっていう時はプラス1分ずつ加熱して調整してみてください。そうしましたらここにグラニュー糖、そしてバターを入れます。この2つを溶かしながらかぼちゃを潰していきます。はい、OK です。このようにしっかり潰してください。そしたらここにシナモンパウダーと、あとはね、牛乳を加えます。この牛乳の量なんですけれども、かぼちゃの水分量によって適正量が変わるので、ちょっと一度に入れちゃうのが怖いなっていう時は半分ずつ加えて硬さを調整してください。じゃあこちらを混ぜます。仮に緩くなってしまった時は電子レンジで少しね、その後加熱していただくと水分が飛びます。はい、OK です。このように混ぜてください。そしたらですね、このタイミングで一度味見をして甘さは調整してください。もし牛乳を加えてもパサパサするときは少しずつ牛乳を加えて硬さを調整してください。今の状態で言うと、ちょっとね、指につくぐらいですね。このようにぽってりとした仕上がりになってれば OK です。そしたらですね、一度これを広げて、そしてこの表面にピタッとラップを貼り付けます。このままだいたい手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。
それでは続いて冷凍パイシートを切っていきます。こちらはですね、冷凍パイシートの大きさによって変わってくるので、大きさや形はお好みでしてください。今回私が使う冷凍パイシートは 11cm×18 センチです。なのでこれを3等分に切りたいと思います。冷凍パイシートを切る時なんですが、半解凍よりちょっと手前ぐらいで切るようにしてください。なので冷凍パイシートを切る5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出していただくといいかなと思います。ではこちらを切っていきます。はい、こんな感じです。残りも同じように切ります。はい、このように切りました。そしたらですね、冷凍パイシートを半分に分けてください。半分の冷凍パイシートには切れ込みを入れていきます。切れ込みの入れ方なんですが、このように置いていただいて、だいたい5箇所から6箇所ぐらいこのように切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じです。このように入れてください。では残りも同じように切れ込みを入れていきます。はい、OK です。このように6枚に切れ込みを入れてください。それではかぼちゃを包んでいきます。まずこちらですね、切れ込みを入れてない方のパイシートです。ちなみにですね、今回のパイシートはこのように小さくね、穴が開いてます。このようにね、穴がもうすでに開いてるものに関しましてはこのまま使っていただいて大丈夫なんですが、穴が開いてないものに関しましてはフォークでね、数箇所穴を開けてパイシートを使うようにしてください。そしたらですね、こちら切れ込みを入れてない方にかぼちゃを乗せます。はい、でポイントなのがこの周りだいたい1センチずつね、余白を開けといてください。乗せたら切れ込みを入れたパイシートを上に乗せます。そしてこのように周りをくっつけてください。はい、このように乗せてください。軽く周りを押さえたらこの縁の部分をフォークで押さえつけて、そして上と下をくっつけていきます。こんな感じです。これ周り全部やっていきます。はい、OK です。このようにフォークで押し付けて周りの口を閉じてください。この作業なんですけれども、だんだん冷凍パイシートが柔らかくなってきてしまうので、作業しているもの以外は冷凍庫で待機させておくといいかなと思います。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、全部包み終わりました。このように形作ってください。ではね、今からツヤ出しをしていきます。そうしましたら卵黄に水を入れます。そして溶きほぐしましょう。卵黄だけだとちょっとね、ぼってりしすぎてしまうので、少し水で薄めていきます。それではですね、この表面に卵液を塗っていきます。はい、このように全体に塗ってください。では残りもね、同じように塗っていきます。はい、OK です。このように塗ってください。それではこちらを200度に予熱したオーブンで15分から20分ほどこんがり焼き色がつくまで焼いていきます。今回はですね、オーブンで焼くんですけれども、トースターで焼いていただいても OK です。その場合は焼き時間は同じで、トースターの場合は焦げやすいので、表面にね、焼き色がついたら上にアルミホイルをかぶせてそのまま焼き続けてください。それでは焼きたいと思います。はい、美味しそうに焼き上がりました。こんな感じでね、こんがりいい焼き色がつくまで焼いてください。今回私はですね、トータルで約20分焼きました。こちらは目安にしてみてください。美味しそうに仕上がってます。はい、これでパンプキンパイの完成です。こんな感じで仕上がりました。このようにパイはサクサクで美味しそうに仕上がってます。そして断面はこんな感じです。このようにたっぷりかぼちゃが入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。このパイ生地はすごくサクサクで、中のかぼちゃはね、シナモンが効いててすごく美味しいです。美味しい。もうかぼちゃがすごく濃厚クリーミーですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のパンプキンパイのポイントです。まずかぼちゃなんですが、種と綿、そして皮を取り除いた状態でだいたい正味 200g ほど用意してください。そしてかぼちゃなんですけれども、皮を取ったりとか、あとは切るときはですね、とてもかぼちゃが硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして切ったかぼちゃは電子レンジで柔らかくなるまで加熱してください。こちらはですね、電子レンジの種類だったりとか、あとはかぼちゃの大きさとかでも適正な加熱時間
間が変わる場合がありますので、こちらの加熱時間は調整してみてください。そしてかぼちゃを潰して、その後お砂糖、牛乳などを入れるんですけれども、まずお砂糖に関しましては甘さはお好みで調整してください。そして牛乳に関しましては、かぼちゃの水分量によって適正な量が変わる場合がありますので、もし心配な時はまず半分入れて、そして残りの半分は様子を見ながら調整していただくといいかなと思います。もしね、緩くなりすぎてしまった場合は、ラップをせずに少しね、電子レンジで加熱して水分を飛ばすといいかなと思います。そして冷凍パイシートを扱う時のポイントです。冷凍パイシートは使うだいたい5分から10分前ぐらいに冷凍庫から出して、半解凍になるちょっと前ぐらいから作業し始めるようにしてください。あんまり解凍させすぎてしまうと生地がとても柔らかくなって作業しにくくなってしまいますので注意してください。今回全部で6個作ったんですけれども、1個作ってる時に他の切ったパイシートは冷凍庫かまたは冷蔵庫で保存するようにしてください。そのまま置いておくとこれもですね、柔らかくなって扱いにくくなってしまいますので注意してください。そしてかぼちゃをパイシートで包んだ後は、周りの口の部分をフォークで潰してしっかり上下くっつけてください。そしてその後焼くんですけれども、今回はオーブンで焼きました。もしオーブンがない場合はトースターでも大丈夫です。トースターで焼く場合も同じく15分から20分ほど焼いてください。トースターの場合はとても焦げやすいので、ある程度焼き色がついたらアルミホイルをかぶせながら焼いてください。焼き時間に関しましても、オーブンの種類でもね、焼き色のつき方が変わるかなと思いますので、最低15分焼いていただいて、その後は様子を見ながら調整してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はパンプキンパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。